おはようございます。阿部義俊です。メインチャンネルの方で、この G 像の万年筆のレビューをしつつ、軽く落書きというか、ちょっとしたなんか廃墟みたいな、写真の模写をやったんですけど、時間がかかりすぎちゃったんで、途中で切り上げて、書きかけのままその動画終わったんで、ちょっとその続きを一応書き上げるところまで、あとちょっとなんでやっておこうかと。で、それをこっちの、阿部義俊画報の方で公開しようかと思って、今ちょっと続きを書こうかと思います。どれだっけ今なんかね、紹介していた時にもちょっとインクがなくなりかけてたんで、どれだかインクをこいつか入れ替えたんですよね。モノクロで描いてるイラストのところでそのカラーのインクで、中途半端ななんか書き足し方をするとバランスがおかしくなるんで、なんかあまりいいことじゃないんですけど、一応書きながら相変わらず喋ることができなくて参っちゃうな。一応その万年筆の紹介でもあるので。こいつはネジ式で、こっちは環合式なんだよね。混乱しますね。どっちだ。コピックを使ってみるかな。なんか呉竹の使い慣れてるやつの方がいいような気がしますけど、ちょっとコピックにも慣れておかないと。コピックのもうちょっと中間調のグレーが欲しいんですよね。あとウォームグレーが欲しい。ウォームグレーをでも買っちゃうとまさに呉竹のウォームグレーとかぶるからな。インクがにじむかどうか知らないと。結構大丈夫そうだな。ちょっと淡めの色で始めた方がいいかもしれない。こいつとこいつの中間が欲しい。N4 と N6 の中間が欲しい。だから N5 とこれ N3 と N4 か。N5 と N2 が欲しいな。2ないよね。これ N0 だ。N1 だな。あった。N2。N2 と N3 こんぐらい違うのか。そうか。N4、N6、N8、N10 か。なるほどね。N5 も必要だな。ここまで切ったら。塗っちゃうと下敷きが汚れるのが嫌だなと思ったけど、そんなことを言ってられないぞ。せっかく入れたハッチングをコピックのインクで溶かしちゃうのは逆効果かな。ちょっとグレーのトーンが乗った方が綺麗に見えるんじゃないかと思ったんだけども。これを例えばアルコールでこうやると伸びたりするのかな。アルコールを一回塗ってからやると伸びるのか、逆か。コピック初心者が頑張っております。あれれれれ。なるほどね。これが4でしょ。N3。3と4ばっかりになっちゃうな。もっと濃い色を置きたいんだけど、濃い色を置いちゃうとやっぱ線がどんどん消えてっちゃって万年筆イラストじゃなくなっちゃいそうだしな。ちょっと家族から何か LINE の通知がワンワン来てるな。ちょっと止めるか。どうした。下の子がでかい段ボールが届いたんで、段ボールでお家を作って遊んでいる。4、そうか。なるほどね。
濃い方は正直例えば N6 と8と10だとほとんど多分紙の中で僕の塗り方で言うと潰れすぎちゃうんで、多分6よりも濃い黒は多分ほとんど使わないんですよね。だから8とか10とかはよっぽど特殊な場面しか使わなくて、逆に今01346って言ってちょっと飛び飛びになってるんだけど、この例えば N5 とかは N4 と N6 の差が僕の中ではすごくでかくて、N5 は絶対必要だったりとか、N3 と N1 も差が大きくて、N2 はどっかにあったな。N2 はあるか。N5 が今ないのか。N5 を買って、足さないといけないですね。N5 あたりが逆に言うと、だからその真っ黒と真っ白のちょうど中間のグレーなんで、使い勝手がいいんですね。なるほどね。下のこの段ボール自動車写真がどんどん送られてくる。ちょっと返事を書きたいな。下の子がこの間動画撮って味を占めてまたちょっとやりたがっていたりするので、また考えないとな。で思ったよりもインクが溶け出さないのは良かったですね。普通の顔料のインクなんだけど。N1 はどのぐらいの濃さなんだ。この N1 をベースに塗ることで空の部分が余白としてなんかこう効いてくるといいんだけど、そんなに強くはないか。なんか N1 とか逆に今度薄すぎて難しいな。黄色とか紫とかちょこちょこっと入れた色がだいぶ悪さをしてしまいましたね。詰めていけば無限に詰められるけど、あんまりこういうのは違うものを変えた方がいいか。だいぶ裏映ってんな。いかん、そうだ、なんか3分ぐらいでジェスチャードローイングって言ってるの、これはもう完全なスケッチですね。ジェスチャーどうとかっていう以前にもう線多すぎ、そして体のラインをそのデッサンをなんていうかな、写真を機械的に引き写して形を作ってしまっていて、これはそのなんていうか仮にこれでデッサンが崩れてなかったとしても、これは自分の得意な描き方ではあるんだけど、それは石膏デッサンとかの何かそっくりに描くやり方に近くて、なんかその本質を捉えてないというか、なんか上辺の形やその二次元にすでに置き換えてしまっている、二次元にすでに置き換わってしまっているその写真のなんかポイントを引き写しているだけで、人間の体のそのムーブマンというか、その動きの大事なものをきちんと終えているわけではなくて、これはあまり今描いていてこれ自体は気に入っているスケッチとしては自分は好きな描き方なんだけど、それだけに自分の手癖のなんかその次のところに行けていなくて、またやってしまったって感じだな。なんかそりゃただジーゾのこの M の太めの太字というか中字ですけど、中字の万年筆とこのゴールドのインクの組み合わせで、いわゆるもうこれもちょっと下書き、当たり線よりもちょっと先の仕事までやってしまっているけど、いいですね。これだけなんていうかガツガツと書いてちゃんとついてきてくれてるっていうか、こういう書き方すると割と普通の万年筆とかだとちょっとかすれてきちゃったりとか、荒れる部分が出てくるんだけど、
しっかりついてきてくれて、もうちょっとこれはジェスチャードローイングかどうかということを脇に置いて仕上げにかかってしまっていますけど、なんかその真っ黒の強いインクでバチッと一発で決めるみたいな描き方ができるようになりたいと思いつつ、やっぱ自分はなんかグレーの線を無駄に積み重ねていって、ちょっとずつその正解ににじり寄っていくような描き方がなんか性に合ってんですね。なんとかこの次のところへ行きたいんだけど、ちょっとセピア調の色とかで色つけられるかな。一気に暗くなり、色が乗りすぎちゃうかな。ちょっと薄い色でちょっとだけおっかなびっくりやりたいんだけど、N0じゃなくて0だな。74どうなんだろうな。濃い色なのかな。こういう輪郭線の細いやつではなんかこれは相当薄い色だけど、この薄い色でさえちょっと絵を軽くというか、なんか安っぽくしちゃうな。難しいな。ちょっと今頭の中で影色をつけているのか服の色を塗っているのかの判断が曖昧になっていて、服の色のために選んだ色で影をつけてしまって、どっちだよってなってますね。この中間が欲しい。N6 だとちょっと強いのかな。上の子が家帰ってきてまた虫が苦手で、今アシナガバチの季節なんで、もうなんか玄関にちょっと誰か出てもらってみたいなことを言い出していて、虫でもハチ怖いですからね。大人でも見たらアシナガバチすぐ近く飛んできたら怖いですからね。しょうがないんだけど、薄い色だけの何かセットを買い足したいな。っていうか線が薄いからそうなっちゃうんだよね。もっと濃い色をガッと使って濃い色でまとめれば、こんなに淡い色で悩む必要はないのか。勇気が必要ですね。失敗を怖がって確かに色が薄くなっているっていうのは間違いない。ちょっと強いかな。もうちょっとあったかみのある色だったか。そしてE の33はちょっと肌色としては強いのかな。強いね。強いっていうか強くないんだけど、自分の今の絵の枠の中ではちょっと強くなっちゃうか。難しいな。いや、これはやっぱり輪郭をもうちょっとしっかりした線で引かないとダメだ。顔に今から線を入れるのは怖えな。鼻のとこに何かインクが跳ねちゃったな。
あらまあ、インクが跳ねてしまったわい。肌色を何かこうちゃんとグラデーションを持った感じに塗りたいけど、カバーできる色が今ない。こんなに時間かけるんだったら、こんなもうちょっと計画的にやればよかったな。そう難しいな。どうなんだろうな。こう色塗った後にグレーで影をこう描き足すとどうなるんだろう。そのサイドが変な風に落ちておかしくなっちゃうのかな。それとも黒がたまるか。そうだよね。絵の具だと簡単にこの濃淡でやっていけるけど、コピックは本当に計画性ですね。この色をこういう風に塗るとこんな感じになるみたいなものが頭の中にすでにある状態で、素早く塗っていって、この色が乾く前にこの仕事を終えておかないとみたいなことがある程度計画を持って、やれていないと、もしかすると30分超えてるかな。なんだこんなに時間をかけてやるんだったら、もうその下書きの部分にもっともっと力を入れてやればよかったよ。いやーコピック面白い。面白いけどそうしてこうなってくると、その雑な仕事のせいで鼻のところに飛んじゃっているインクがもったいないね。この辺りのその服のところもちょっと、うわどうやったらこの淡いグラデーションを乗せたいんですよ。それを方法がわからない。アルコール、いやアルコールだと飛んじゃうのか。そうか、馴染むのとは違うんだね。あーちょっと強かった。それこそ0番でちょっとダメか。やっちまった。これのもう一つ濃い色はねえのか。うわどうだろうな。あんまりね肌色をね血色のいい赤っぽい肌にすると、自分の場合はどうにも全体のサイドが低くてこう汗た色なんで、肌色が血色いいとなんか嘘っぽくというか、なんかへんてこりんな感じになっちゃうんですよね。でもちょっとごまかしたいな。ちょっと顔の影の色ちょっと濃すぎたところを。まあいいや、ちょっとキリがなくなっちゃうのと、顔の鼻に飛んじゃった汚れが気になっちゃってしょうがない。こんな感じのことをしてみました。いいよと。ホワイトあったっけ。ホワイトつけたらおかしくなっちゃうかな。どうだろう。白筆ペンまだ生きてるこれ。ホワイトを手に入れた途端に
めちゃくちゃ使い始める人。いやこの引き算っていうか、ホワイトつけ始めたらもうなんだろうな、いやあのいやこれはなんかズルに近いな、やめた方がいいな、塗っちゃってるけど。でもコピックに白が飛びすぎて、これを後でまたちょっとまた戻していけばいいのかな。これをホワイトありだって言い始めちゃうと無限に仕事が行ったり来たりし始めて絶対ダメな気がする。ホワイトは汚れを消すのはいいけど、それ以外のことには絶対に使わないぞみたいな、何か自分の中でルール付けをしないと、かっこ悪いじゃないですか。失敗をごまかしてるみたいな、なんかインクが飛んじゃったみたいな、自分の技術と関係ない失敗をフォローするために使うのはいいけど、これはいわゆる足し算だけで終わらせるのが多分美しいですね。立ちっぱなしで疲れた。立ちっぱなしで疲れちゃうぐらいなんていうかやってんのか。アネスの話じゃなくなっちゃったね。なんかとりあえずでも入れたインクのなんか程よいグレーさ加減みたいな、真っ黒なインクじゃなくて、グレーと紫とみたいな感じの、あとはこのゴールドとかをうまく使ったおかげで、これはたまたまちょっと割とうまくいったというほどうまくいってないな。ここだな。違う。違う、今気がつくっていうか、なんかこの辺のこの冠クリップとかが邪魔で、本当はもっと全体にグッとこう肩の位置とかがもうちょっとこっち側に来て、動きがこういう動きがもっと強く出た方が、この人めっちゃ首が長くて猫背なんだけど、ちょっとオリジナルの人に合わせるとなんか自分の絵柄のなんか範囲を超えちゃうぐらいいわゆるモデルさんなんで首がすんごい長かったりするんだけど、それができなかったですね。それはともかくとして、万年筆自体はだからジーゾンの万年筆いいですよっていう話でした。今もう完全にコピックのおかしな話になっちゃってましたけど、ということでした。何でしょうねこれ。ありがとうございました。ではでは。